こんにちは、ずんだもんなのだ。今回は、中米の国、エルサルバドルについてのニュースをお届けするのだ。エルサルバドルといえば、面積は四国より小さいのに、人口はおよそ650万人もいるぎゅっと詰まった国なのだ。ビットコインを法定通貨にした国としても有名なのだ。今日紹介するニュースは全部で3つ。その中でも、一番大きなニュースは、アメリカがエルサルバドルを含む7カ国向けの家族再開プログラムを中止したという話題なのだ。このプログラムは本来なら危険なルートを通らずに合法的な手続きで家族をアメリカに呼び寄せられる貴重な仕組みだったのだ。ところが2025年12月、アメリカ政府は人道的パロールの乱用や安全保障上のリスクを理由にこの制度を打ち切ってしまったのだ。これによって多くのサルバドル人家族が会いたくても会えない状況に追い込まれているのだ。今後は個別審査だけになり、家族の分断が長く続いてしまうのではないかと懸念されているのだ。それではこの後詳しく見ていくのだ。エルサルバドルは中米の太平洋沿岸にある小さな国で、首都はサンサルバドルなのだ。かつてスペインの植民地で1821年に独立し、内戦を経て現在は大統領制の共和国なのだ。人口は約650万人で、コーヒーや砂糖、繊維業と海外送金が経済の柱なのだ。ププサなど独自の食文化やサーフィン観光が人気なのだ。最近はビットコインを法定通貨にしたことや治安対策が国内外で注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。米国、エルサルバドルを含む7カ国向けの家族再開プログラムを中止という記事なのだ。アメリカ政府が2025年12月、コロンビア、キューバ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、HAIT、ホンジュラスの7カ国向け家族再開プログラムを打ち切ったのだ。対象は一時的な在留許可、パロール、で家族を呼び寄せられた人たちで、DHS は人道的パロールの乱用や審査の甘さによる安全保障上のリスクを理由にしたのだ。これで多くのサルバドル人家族の合法的な再開手段が消え、手続きは個別審査のみとなり、分断が長期化する懸念が高まっているのだ。また同政権はすでに53万2000人の一時保護資格を取り消し、250万人以上の不法移民の退去を進めているのだ。二つ目のニュースなのだ。シャキーラ、2026年にエルサルバドルで3公演を発表という記事なのだ。コロンビア出身の世界的歌手シャキーラがエルサルバドルの首都サンサルバドルで2026年2月12日、週4日、週5日にエスタジオ、マジコ、ゴンサレスで3日連続コンサートを行うと発表したのだ。このレジデンシアは中米では前例がなく、エルサルバドル政府のマルカ、PAS、プロジェクトトトゥーショーズ、FNIX、エンターテインメントが協力し、観光客を数千人規模で呼び込み、同国を中米エンタメの中心地にする狙いなのだ。チケットは275ドルと大規模公演としては比較的手頃で、2025年12月17日からファントとドティケットで販売される予定なのだ。3つ目のニュースなのだ。マリーとリベラとアナル、ダダが、ラ、クンビア、ナビデーニャ、誕生の経緯を語るという記事なのだ。エルサルバドルのベテラン歌手マリとリベラと若手ポップシンガーのアナル、ダダが2025年のクリスマスに向けて新曲、ラ、クンビア、ナビデーニャを発表したのだ。アナルが家族が海外にいるサルバドル人や故郷を離れた人たちの寂しさをテーマに、でも踊れて笑えるクンビアとして作詞作曲し、55年のキャリアを持つマリトにデモを送りコラボが実現したのだ。曲とビデオは公開直後から国内外、特に米国のサルバドル人コミュニティで好評で、2人は毎年クリスマスにこの曲が流れる定番ソングになることを願っているのだ。ずんだもん、
家族再会の壁は重いけど、シャキーラ公演や新曲が希望を灯すエルサルバドル、文化で結ばれていてほしいなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。